今日は神奈川県川崎市の川崎大師駅にやってきたのだ。京急大師線の駅で、京急川崎駅から電車でわずか5分ほどの場所なのだ。ここは関東厄除け三大師の一つ、川崎大師平賢寺の最寄り駅です。関東にお住みの方なら、年末年始の初詣のテレビ CM で見たことがある方も多いんじゃないでしょうか。僕も子供の頃から名前だけは知ってたけど、実際に来るのは初めてなのだ。今日はそんな川崎大師駅の周辺をのんびり散策していくのだ。時刻は午前10時半、平日なので程よい人通りですね。では散策スタートです。まずは南口の改札を出てすぐの場所、そこに京急発祥の地記念碑があるのだ。南口の改札を出て京急川崎方面に10メートルほど歩いたところにあります。実はこの川崎大師駅、京急電鉄が始まった場所なのだ。京急の前身大師電気鉄道が1899年明治32年にこの川崎大師駅から営業をスタートさせたのが京急の始まりなんです。それを記念して京急の創立70周年にあたる1968年に車輪をかたどったこのモニュメントが建てられました。今のあの大きな京急の歴史がこの場所から始まったのだ。しかもこの川崎大師駅は現存する関東最古の電車駅。京急大師線は関東で最初に開業した電気鉄道で、日本でも3番目に古い路線なんですよ。地味な石碑に見えるけど、めちゃくちゃ歴史的な場所なのだ。そもそもこの路線、川崎大師の参拝客を運ぶために作られた路線なんです。開業日の1月21日も川崎大師の縁日に合わせていて、参拝客と見物人で大変なにぎわいだったそうです。改札を出たところから見えるのが厄除け門、そこから表参道になっているので行こうと思うんだけど、すぐそこに川崎大師観光案内センターがあるんだね。せっかくなので寄っていきましょう。そして結果的に寄っていって大正解だったのだ。観光用のパンフレットがもらえるし、丁寧に説明もしてくれるのだ。川崎大師だけでなく周辺の観光情報も教えてくれました。とっても親切だったね。ではいよいよ川崎大師へ向かうのだ。厄除け門をくぐってこの表参道を通っていくのだ。観光案内センターの方によると、表参道を進むともう一つ門があるので、そこを右折したらすぐ仲見世通りって言ってました。門は大きいからすぐわかるそうなのだ。この表参道、落ち着いた通りだね。まんじゅう屋さんやだるま屋さん、それに川崎大師の外壁かな、そういうのが観光気分を高めてくれます。和風デザインの街灯が並んでて、こういうのも雰囲気あるのだ。お寺の門前町らしいしっとりとした佇まいですね。言われてたもう一つの門が見えてきたのだ。ここ右折だったね。すぐに仲見世通りに入ります。仲見世通りはあそこなのだ。通りの見た目も期待通りな感じでテンションが上がってきました。仲見世通りは第三門までまっすぐ伸びる150メートルほどの歩行者専用道路なのだ。両側に30軒近くのお店がぎっしり並んでいるそうです。お店を眺めながら歩いてると早速声をかけられたのだ。仲見世通りに入ってすぐの場所にある松屋の飴総本舗さん、明治時代から続く川崎大師名物の飴屋さんです。いろんな飴が売られてるのだ。店員さんにおすすめを聞いたところ、生姜味がとっても有名とのことです。それじゃあということで生姜味を購入。お値段は500円なのだ。こうやって声をかけてもらえると、初めて来た街でも入りやすくて嬉しいですね。あっちにはごま福堂っていうごま専門店もあるのだ。ごま専門店、ちょっと珍しいね。気になるけど帰る時も気になってたら寄ってくのだ。こっちにはすみっこ暮らしのお店があります。なんでこんなところにすみっこ暮らし専門店があるのだ。気になって調べてみたら、開運和菓子すみっこ暮らしをテーマにしたコンセプトショップなんだそうです。川崎大師名物のだるまや飴をモチーフにした限定グッズが並んでいるみたいですね。ちゃんと川崎大師らしさが入ってたのだ。それにしてもだるまのお店が多いなとは思ってたのだ。表参道にもあったもんね。川崎大師とだるまには江戸時代からのつながりがあって、
近辺で疫病が流行した際にだるまを置いている家が疫病から守られたという言い伝えがあるそうです。そこから川崎大師の縁起物として広く売られるようになったみたいですね。こういうところに来ると食べ歩きをしたくなるのだ。そこで事前に調べていて気になっていたお店があるのだ。こちらおかきどころ寺小屋本舗です。食べ歩き用の串濡れおかきが人気みたいです。大山門の目の前にあるんですね。店員さんおすすめの串濡れおかき甘口だし醤油を購入したのだ。お値段は300円。食べ歩きにちょうどいいサイズだね。お店の前にベンチがあるのでそこでいただくのだ。いただきます。おいしい。なんだかお餅みたいなのだ。串でお餅を食べてるような気分なのだ。おかきもお餅と同じもち米から作られてるから似てるといえば似てるかな。美味しいことに変わりはないのだ。パリッとした表面にもちっとした食感、そこに優しい甘口の醤油、すべての組み合わせがバッチリなのだ。仲見世通りの食べ歩きの定番なのも納得の美味しさです。散策を再開するのだ。目の前にドーンとあるのが川崎大師平賢寺の大山門なのだ。食事中もずっと映ってましたが、こちらが川崎大師の総門になります。門だけでもすごい迫力なのだ。昭和52年平賢寺の開創850年を記念して建てられたものです。門の四方には京都当時の国宝四天王像を模した仏像が祀られているんです。東に時刻天、南に増長天、西に項目天、北に多聞天、合計で4体、総門の表と裏に2体ずついるのだ。大提灯も絵になるし、背後に見える50の塔もかっこいいです。それじゃあいよいよ大山門をくぐって大本堂へ向かうのだ。大山門をくぐってすぐ右手に手水屋がありますね。参拝の前に手を清めていきましょう。これがまたかっこいいのだ。立体的なハスの花の彫刻が水盤をぐるりと囲んでて見応えがあるのだ。大本堂前にあるのが大香炉。こちらで大きな煙が立ち上っているのが川崎大師ならではの光景ですね。大香炉のすぐ脇でお線香が販売されているのだ。もちろん買っていくのだ。こういう参拝の体験ができるのは嬉しいね。早速お線香に火をつけて大香炉に立てます。周りを見ると参拝者の皆さんが煙を頭にかけてたのだ。川崎大師の大香炉の煙は浴びると功徳があるとも、体の悪いところを良くするとも言われています。頭にかけると頭が良くなるともよく言われていますよ。得しかない煙なのだ。僕もしっかり頭にかけるのだ。そしてこちらが川崎大師の中心大本堂。ご本尊の厄除け弘法大師を中心に不動明王、愛染明王などが祀られていて、毎日厄除けのおごま祈祷が行われています。厄除け大師として全国的に有名なお寺なのだ。しっかりお参りを済ませたのだ。境内は広くて見どころもまだまだあるんだけど、カメラのバッテリーが心もとなくなってきたのでお茶をしながら充電したいと思います。ちょうど大山門の目の前に休憩できるお店があったのだ。川崎大師名物のくず餅が看板メニューの老舗住吉さんです。何やらアニメとコラボしてるみたいなのだ。ガールズバンドくらいというアニメとコラボをしてるみたいですね。くず餅の老舗とアニメ、不思議なコラボなのだ。前回の川崎駅散策でも触れたけど、このアニメは川崎が舞台なのでそのつながりかな。注文したのはもちろん看板メニューのくず餅と追加で冷やし抹茶なのだ。くず餅には温かいお茶もついてくるんですが、この日は暖かくって汗もかいていたので冷やし抹茶も追加でお願いしました。冷やし抹茶はよくかき混ぜて飲んでくださいって言われたのだ。甘さが足りなかったらガムシロップもあるみたいなのだ。飲んでみるとすっきりした抹茶の風味、甘さもちょうどよくてガムシロップはなくても十分美味しくいただけました。そしてこちらが川崎大師名物のくず餅。きな粉と黒蜜をたっぷり絡めていただきます。お餅の食感がいいのだ。程よい弾力に優しい甘みがしみるのだ。食感も味付けもここのくず餅が一番美味しかったかも。それに意外とボリュームもあるんだね。しっかり休憩になりました。体力もカメラの充電も回復したところで
改めて境内を観光しに行くのだ。平賢寺の境内は意外と広くて、いろんなお堂や像があちこちにあるのだ。まず目を引くのがこちらの八角五重塔。高さ 31.5 メートル、川崎大師の中高塔と呼ばれる立派な塔です。五重塔って四角いイメージだけど、これ八角形なのだ。実は日本でもかなり珍しい八角形の五重塔なのだ。真言宗の様式に合わせて八角に作られていて、円に最も近い形が包容力や完全性を象徴しているそうです。そしてその五重塔のすぐ近くに見逃せない金色の像があるのだ。こちらが第55代横綱北の海関の銅像。生前川崎大師に厚く信仰を寄せていたご縁から、三回忌の時にご親族の奉納によって建てられたものです。銅像だけどすごく強そうに見えるのだ。そして見たかったのがこの遍路大師尊像。弘法大師が菅笠と釈状を持った遍路の姿で立ってるのだ。このお像には健康健脚を祈ってお水をかけるという習わしがあります。広く諸国を巡られたお大師様にあやかって懸垂するんですね。お像の周りでは参拝者の方が次々と柄杓でお水をかけてたのだ。こうして撮影で歩き回る僕としても健脚祈願はぜひお願いしておきたいのだ。すぐ近くに見えるのが不動堂。ご本尊は成田山新勝寺の本尊を勘定した不動明王様です。千葉の成田山と縁のあるお堂なのだ。関東36不動霊場巡りっていう関東のお不動様を巡る巡礼コースの一つにもなってるみたいなのだ。境内には鶴の池が広がっています。池に架かるこちらの赤い太鼓橋風の橋が安らぎ橋です。緑の中に赤い橋が生えててすごく絵になるのだ。柳の枝に藤の花、それに鶴の像から水が出てて噴水になってるのだ。安らぎ橋を渡った先に立っているのがゴーマ浄土釈迦如来像。金色のお釈迦様の座像です。川崎大師はいろんな風景が詰まってるのだ。そしてこちらが薬師殿。和風建築の境内の中でひときわ目を引くインド風の堂です。突然のインド風建築なのだ。堂内には金色の薬師瑠璃光如来尊像があるのだ。動画ではいろいろカットしましたが、他にも多くの石碑をはじめたくさんの見どころがあります。十分な時間を作って参拝に訪れるのをおすすめします。お参りも済ませたところでもう一度仲見世通りを抜けて戻るのだ。帰りもまだまだ気になるお店があったので寄り道していこうと思います。下調べできなこ飴が美味しいって口コミが多かったからお土産に買うつもりだったんだけど、行きで生姜味をおすすめされたのですっかり買うのを忘れてたのだ。第三門近くにあった松屋の飴総本舗さんへ。仲見世通り入り口で買ったお店と同じですね。どうも仲見世通りに複数お店があるみたいです。きなこがこれでもかっていうぐらい大量にまぶされてるのだ。沖縄産の黒砂糖から作った黒蜜ときな粉を練り合わせたしっとり食感の飴です。キャンディーみたいな硬い飴を想像してたのだ。でも小粒のきなこ餅を食べてるような感じで美味しかったのだ。これの方がお土産としてのインパクトはあるね。そして行きで気になっていたごま福堂さんへ。ごまの専門店っていうのもなかなか見ないですよね。ごまソムリエのごまラー油ってのが気になって購入したのだ。ごま、唐辛子、ニンニクで作ったピリ辛のふりかけなのだ。帰ってからふりかけとして食べてみましたが、食べるラー油を食べやすくしたものって感じでした。食べるラー油はラー油のしつこさが目立ったけど、このごまラー油ならバクバク食べれるのだ。スーパーで売ってるなら定期的にリピートしたくなるぐらい気に入ったのだ。それに店頭で作ってた至高の金ごまコロッケも買っちゃいました。お店前のベンチでいただいたのだ。熱い、でも美味しい。ごまの風味が香ばしくてめちゃうまだったのだ。川崎大師の参拝も終わったので、続いては近くにある大師公園へ向かうのだ。仲見世通りから徒歩5分ぐらいの場所にある大きな市営公園です。幼稚園児たちが先生に連れられて遊び回ってたのだ。地元の方が普段使いするそんな空気感のあるエリアなのだ。広場や遊具の他に野球場まであるんですね。こうして YouTube 投稿するようになってから気づいたんだけど、
野球場って意外といろんな場所にあるのだ。そして観光案内センターでこちらもっとおすすめされたのが大師公園の中にある信州園なのだ。中国の瀋陽市と川崎市の姉妹都市提携を記念して作られた中国式庭園です。入園無料で川崎大師に来た時に気軽に寄れるスポットなのだ。朱色の橋があって川崎大師の鶴の池とも雰囲気は似てたね。一旦駅の方へ戻るのだ。行きとは違うご利益通りを抜けて駅へ向かいます。ご利益通りって名前から表参道や仲見世通りみたいな観光向けの通りを想像してたんだけど、雰囲気はだいぶ違ったのだ。お弁当屋さんなどがポツポツと並んでいて地元の方の生活感がある通りって感じだね。そして駅前まで戻ってきて寄ったのがこちらのティールーム上圧さん。川崎大師駅の目の前にあるレトロな純喫茶です。ミュージックビデオのロケ地に使われたこともある知る人ぞ知る名店なんだとか。店内は昭和レトロな落ち着いた空間。マスターと常連さんが楽しそうにお話しされてたのだ。お客さんの半分が新聞を広げて読んでいて最近ではあまり見なくなった光景でした。こちらのお店の名物が卵をたっぷり使った極厚の卵サンド。ただ単品はもうやっていないということで卵サンドとハムサンドが両方楽しめるミックスサンドを注文したのだ。それになんとなく気になったシナモンティーもつけたのだ。こちらが運ばれてきたミックスサンドです。この卵サンドの厚みすごいのだ。出来たてでほかほか熱々。サンドイッチが熱々すぎて持つのが大変なぐらいです。いただきます。卵の優しい甘みが感じられて美味しいのだ。添えられた塩をかけると味がぐっと立ってくるので味変みたいなこともできるのだ。シナモンティーも紅茶にシナモンの香りが加わってすっきりとした風味で美味しくいただけました。サラダがついてくるのも嬉しいポイントなのだ。レトロな空気感の中でいただく分厚い卵サンド、しっかりお腹が満たされたのだ。休憩でリフレッシュしたところで近くにある神社へ向かうのだ。駅南口から徒歩3分の場所にある若宮八幡宮です。こちらは大師河原の総鎮守。御祭神は治水の守護神として知られる仁徳天皇で、多摩川の洪水に悩まされていた地元の人々が干拓と治水を願って祀ったのが始まりなのだ。そしてこの境内にあるのがこちらの金山神社、別名金丸様。鉱山と火事の神様を祀ってるんだけど、御祭神が下半身の病を治した伝説や金山と金丸の闇が似ていることなどから生の神様としても信仰されているのだ。社殿は黒い鉄板で覆われた正六角形の異質な造り。ご神体として男性器をかたどったものが祀られていて、ご利益は子授け、安産、縁結び、夫婦和合です。毎年4月第1日曜日に開催される金丸祭りは記載として国際的にも有名なのだ。最後にもう1箇所寄りたい場所があるのだ。駅から約15分ほど歩いた場所にある気になるスポットへ向かうのだ。下調べしていた時に見つけて駅から結構離れますがどうしても行きたくなってしまいました。川崎大師駅の隣、鈴木町駅と港町駅の間にあるのだ。それがこちら川崎河口水門です。この水門すっごく大きくて迫力があるのだ。大正末から昭和の初めに完成した水門で国の登録有形文化財に指定されています。タワーの頭頂部の飾りは当時の川崎の名産品だった梨、ぶどう、桃をカゴに持った装飾らしいのだ。工業地帯のイメージが強い川崎ですが、かつては果物の名産地だった時代もあったんですね。そしてこの水門の最大の注目ポイントは幻の計画があったことなのだ。実はこの水門、元は大運河の入り口として作られたんです。大正時代、川崎市は川崎区を対角線に横切る大運河を作ろうとしていたのだ。当時のメディアでは水の都川崎、港市川崎と取り上げられたほどの壮大な計画なのだ。しかし計画予定地には先に工場や社宅が建てられてしまい、戦時体制への突入も重なって昭和18年に計画は廃止。結局水門の他にはわずかな船だまりが残るのみとなりました。もしこの計画が実現していたら
川崎区は水の都と呼ばれる町になっていたかもしれないのだ。その夢の慣れの果てとしてここに水門だけが残っているのだ。水門の迫力もすごいですが、河川敷から眺める多摩川の景色も気持ちいいね。河川敷の反対側には立派なマンションが立ち並んでいて、高級そうな雰囲気の街並みになっていました。帰りは水門の近くにある港町駅から帰るのだ。川崎大師、子供の頃から名前だけは知ってたけど、実際に来てみるとこんなにも見どころの多い街だったのだ。仲見世通りの食べ歩きに、お寺の境内、幻の大運河の遺産まで、昭和の風情と街の歴史が詰まった散策にぴったりの街だったね。京急川崎駅から大師線で5分ほどで来られるので、ふらっと立ち寄れるのも嬉しいポイントなのだ。週末のお出かけ先としてぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。